赤い彗星、シャア・ズナブルの歴史。シャア・ズナブルは、アニメ、機動戦士ガンダム及びガンダムの宇宙世紀シリーズに登場する人物です。機動戦士ガンダムの主人公である、アムロレイの宿命のライバルでありながらも、ゼータガンダムの作中では、クワトロ・バジーナとして登場して、アムロと共闘もしています。また、指揮官としても類いまれなカリスマ性を持っており、逆襲のシャアでは、総帥としてネオジオンを率いて、再びアムロと戦いを繰り広げました。今回は、そんなシャア・アズナブルについて解説させていただきます。見せてもらおうか。連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。宇宙世紀0059。シャアは、ジオン共和国の創始者である、ジオンズム大君と、母のトア大君の元、キャスバルレム大君として誕生しました。また、0062には、妹のアルテイシアが誕生しています。そして、翌年には、ザビ家との交流が深まり、特にザビ家のキシリアから2人は可愛がられていました。キャスバルは、ジオンの後継者となるべく、幼少期から英才教育を施されていましたが、0068に父、大君が倒れてしまい、その運命は大きく変わることになります。大君が亡くなる際、レニン・ソドザビを次期首相に指名したことから、ザビ家による大君暗殺疑惑が持ち上がり、ザビ家と大君家の抗争が激化しました。そして、ザビ家からの迫害を免れるため、キャスバルとアルテイシアは、母とは生き別れになり、新ジオン派のジンバラルに保護されて地球に逃れることとなりました。その後、ザビ家への復讐を決意し、シャア・アズナブルという名で、ジオン公国の士官学校に入学します。そこでは、ザビ家の一員である、ガルマザビーと、復讐心を隠しながら親交を深めました。士官学校では優秀な成績を収め、卒業後はキシリアザビ率いる共同機動大隊を経た後、ドズルザビ配下の宇宙攻撃軍へと入隊。トレードマークである仮面はこの頃からつけ始めたとされています。そして0079に一年戦争が開戦。シャアはモビルスーツパイロットになり、戦場で多大な戦果を上げます。特にルーム戦役での活躍は目覚ましく、赤いカラーリングのザク2で5隻の戦艦を撃墜。こうして通常のザクの3倍の速度で動く赤い彗星の異名で連邦軍から恐れられるようになりました。なお、テレビ版準拠の設定では、この時のシャアが狩る赤いザクには角がついていなかったとも言われています。また、この戦闘での功績が認められ、中尉から少佐に2階級特進。無階級機関型軽巡洋艦ファルメルの艦長に着任し、指揮官用のザク 2S 型も受領します。その後、連邦軍のゲリラ掃討作戦の岐路に、心臓戦艦ホワイトベースの情報をキャッチして、ついに、サイド7にて、連邦のモビルスーツ開発計画である V 作戦が行われているという情報をつかむのでした。なお、安彦義和氏によるオリジン版では、一部設定が異なるものの、大筋の流れは同じで、さらに、シャアの生い立ちに関する細部が描写されています。まず、オリジン版では、生まれが0059ではなく、0057であり、母の名前がトア大君ではなく、アストライアトア大君となります。大君の死後、アルテイシアと共に、マス家の養子になり、エドワウマスという名で生きるようになったキャスバルは、0075には、新たに、アズナブル家の養子になり、そこで、自分と瞳の色以外有利2つの養子をしたシャア・アズナブルと出会いました。そして、2人がジオン士官学校へ入学するべく、ジオン公国へ向かった際、入国する直前に入れ替わり、本物のシャアは、キシリア機関が仕掛けたシャトル爆破事故により命を落としたため、キャスバルは、シャアの名を名乗るようになりました。なお、アニメ版で、本来のシャア・アズナブルを演じられた声優は関俊彦氏ですが、ビルドファイターズバトローグでは、赤い彗星としてのシャアを演じておられたりします。オリジン版では、他にも、母アストライアへの愛や、その悲しき死、そして、ララーとの出会いなどが描かれています。それが、シャアのザビ家に対する憎悪を強める理由となり、また、シャアがララースンに執着する要因になったのは、ララーに母の面影を見たからとされていて、シャアの行動の説得力が高められています。ララースンは私の母になってくれるかもしれなかった女性だ。V 作戦の情報をキャッチし、シャアは偵察隊として3機のザクを送り込みましたが、うち2機をガンダムに撃墜されてしまいました。そこで連邦軍のモビルスーツの能力をその目で確かめるべく、自らサイド7に侵入し、
かつて生き別れた妹であるアルテイシアと再会しました。その後コロニーから脱出し、自身のザクでガンダムと交戦。この戦闘でザクマシンガンすらものともしないガンダムの装甲やその驚異的な性能の高さを知らされることになります。こうしてホワイトベースとガンダムの破壊、もしくはダッシュを目的として何度か攻撃を仕掛けるシャアでしたが、全て失敗。しかし地球降下するホワイトベースを大気圏付近で奇襲したことで降下軌道をずらし、ジオンが支配する北米の勢力圏に引き込むことに成功します。そして自らも地球に降下して地球方面司令となっていたガルマと共にホワイトベースを追撃することになりました。この時シャアは密かにザビ系の復讐を企て、ガルマザビが手柄を挙げるのに必死になっていることを利用してホワイトベースの元へ誘導することでガルマの謀殺に成功します。諸君らが愛してくれたガルマザビは死んだ。なぜだ。坊やだからさ。シャアはガルマの兄ドズルの怒りを買い、宇宙攻撃軍を左遷されました。その後死者を用いて接触してきたキシリアの手引きでマッドアングラー隊の司令に就任します。なおこの時階級が大佐に昇進しましたが、これはナレーションなどを主に担当されていた永井一郎氏が、シャア少佐って言いづらいんでなんとかなりませんかと直訴したことで大佐に昇進させたということが富野監督から語られています。こうして前線に復帰したシャアはホワイトベースを追跡し、連邦軍の総司令部ジャブローへの入り口を発見する戦果を挙げました。ジャブロー攻略戦ではシャア専用ズゴックに登場してガンダムとも交戦しますが、ウッディ・マルデン隊員のホバークラフトファンファンの攻撃でメインカメラをやられたため一時撤退します。さらにできるようになったな、ガンダム。その後案内部隊を率いて再び侵入した際にはアルテイシアに連邦軍から離れるように促していました。結果としてジオンのジャブロー攻略は失敗に終わったものの、シャアは引き続きホワイトベースを追って宇宙へと上がります。サイド6の中立コロニーではシャアとララーは動けなくなったアムロのバギーを助けており、シャアはアムロがガンダムのパイロットと知らない中、宿命の2人はこの時初めて顔を合わせるのでした。シャア・アズナブル、ご覧の通り軍人だ。シャアはその後赤いネルングに乗り換えます。しかしテキサスコロニーでガンダムと交戦した際にはニュータイプとして才覚を見せているアムロの前に正確な射撃をしているはずがことごとく回避され苦戦していました。またアルテイシアと再び出会い、戦争とは無縁の世界へ行くよう促しています。その後ララーがカルエルメスと共にホワイトベースに迫ります。しかしアルテイシアへの攻撃を避けた隙にガンダムに撃たれそうになり、シャアをかばったララーが戦死。ララーの死はアムロとシャアに深い心の傷を残すこととなりました。そしてアバオアフーの最終決戦ではジオングに登場し、アムロのガンダムと熾烈な戦いを繰り広げます。お互いの機体は大破したものの決着はつかず、シャアはアムロに剣を渡し1対1の戦いを挑みました。しかしセイラの説得や爆発によって決着はつかず、2人の戦いは終わりました。ヘルメットがなければ即死だった。アバオアフーが崩壊する中、セイラと脱出することもできましたが、ザビ家復讐のため単独でキシリアのノルザンジバルへと向かい、キシリアのイルブリッジに直接バズーカを撃ち込み、長年の復讐劇に決着をつけました。その後指導者を失ったジオンは連邦軍と和平を結び、一年戦争が終戦しました。シャアの物語の原点ともいえる一年戦争の動向は小説版、オリジン版でそれぞれ異なっています。小説版ではサイド7でホワイトベースを偵察し追跡していくことには変わりませんが、地球戦線が存在しないこともあってガルマが宇宙拠点キャリフォルニアベースの司令官となっており、共に宇宙で戦います。さらにシャアはガルマを図らず、むしろ親友として大切に思っており、ガルマが特攻をかけた際は絶叫して止めようとしています。他にも信頼した部隊の仲間には素顔を見せたり、キシリアの秘書マリナ・レーテリング・ブレアに惹かれて一夜を共にしたり、ララーの死をあまり引きずっている様子がなかったりと、人間関係がテレビ版と大きく異なっています。物語終盤ではザビ家を討つためにアムロをはじめとしたペガサスクルーの面々と協力し、ジオン本国に突入して
ギレンとキシリアの殺害に成功しています。なお、声の必要がない小説だからか、階級が中佐だったりします。また、デルムグではなくリックドムに登場しています。なお、リックドムは、デルムグが完成するまで、暫定的な主力機とされていた機体ですが、スマホ用ゲーム UC エンゲージでは、シャアがザク2、4機と模擬戦を行う様子が描かれており、この時シャアは、加速性能は認めるが小回りが効かないので、これでガンダムに勝つのは想像しにくいと語っています。次に安彦義和氏によるオリジン版についてです。テレビ版ではホワイトベースの航路が北米から西へ世界を一周してジャブローへ向かったのに対し、オリジン版では北米から南下してジャブローへ向かい、その後 EU のオデッサ作戦へ向かうという形で順序が変わったため、シャアの動向も変化しています。まずガルマの死後、キシリアに捕らえられた際には、副隊の条件として、ジャブロー侵入への手引きを行います。この時、ジャブロー付近の民族と交流を図る姿も見られました。また、オデッサへ向かうホワイトベース隊と、ジブラルタルで戦いを繰り広げる様子も見られます。他にも、アバオア空戦では、ディレンの配下として、キャスバルと知られた上で、ジオングを受領するなど、復讐までの道筋にも変更が見られました。なお、オリジン版を元にした映画、機動戦士ガンダム、ククルス・ドアンの島では、アムロの過去の記憶がフラッシュバックするシーンで、ホワイトベースの大気圏突入時に、高機動型ザク2でガンダムに迫るシャアが一瞬だけ描かれています。他に、冒険王コミック文庫に掲載された漫画版、機動戦士ガンダムでは、原作と同様の風景に見えるものの、性格が大幅に異なっています。サイド7にミサイルを撃ち込んで破壊したり、原作通り、ガルマの謀殺をした際には、俺は英雄だと高笑いするなど、小物臭が漂う悪役キャラになり下がっている印象を受けます。また、ジャブロー戦では、シャア専用ズゴックではなく、まさかのアッガイで戦うといった面白いシーンも存在します。ただ、アッガイやシャア専用ザクでガンダムを翻弄しているので、テレビ版よりもパイロット能力が高いように感じられます。一年戦争終結後、シャアの動向はテレビ版では不明でしたが、いくつかの媒体で描かれています。まず、劇場版機動戦士ガンダム3巡り合い空編では敗残兵とともに、グア人級戦艦で脱出していることが暗示されています。この際、ザビ家の維持であるミネバラオザビを保護し、火星と木星の間にある小惑星アクシズへと逃れました。また、アクシズへ逃亡したシャアの活躍は、漫画機動戦士ガンダムシャーズ・リレイティッド・アフェア若き彗星の肖像で描かれています。ミネバを伴い、アステロイドベルトのアクシズへ逃亡したシャアは、指導者マハラジャ・カーンの娘、ハマーン・カーンと出会いました。アクシズ内で、今後の連邦との向き合い方に関する派閥争いが繰り広げられる中、0083にマハラジャが死亡すると、シャアは、ミネバの摂政としてハマーンを推薦しました。しかし、地球圏が、反連邦組織エウーゴを結成するべく、シャアの力を貸してほしいという話があり、同時に、アクシズは、マハラジャが求めた穏健派から強硬派へと変わっていき、さらに、シャアの子を身ごもっていたナタリー・ビアンキが殺されたこともあって、忌まわしき記憶となったアクシズを離れることになります。アクシズ、行け！忌まわしい記憶とともに。宇宙世紀0084、地球圏へと帰還したシャアは、クワトロ・ガジーナと名前を変えました。そして、エウーゴの指導者、ブレックス・フォーラに魅力を感じて、エウーゴに参加したシャアは、アクシズで開発された新素材、ガンダリウムガンマを手土産に、アナハイムエレクトロニクスとのコネクションを作り、ガンマガンダム、元イリックディアスをはじめとしたモビルスーツ開発にも関わります。なお、漫画、アナハイムレコードでは、クワトロが、アナハイムエレクトロニクス社とのパイプを作り、モビルスーツ開発を進めていく様子が描かれています。他にも、0084を舞台とした機動戦士ガンダム、刀では、シャアの帰還が囁かれる中、クワトロとして登場し、主人公の一頭に対して、アムロのことを引き合いに出し、励ますシーンが描かれています。そして時は0087。機動戦士ゼータガンダムの作中では、一年戦争時代からの部下であるアポリー、ロベルトと共に、グリーンノア1と名前を変えたサイド7へ向かい、ティッターンズが開発した新型モビルスーツガンダムマーク2の奪取を図ります。そしてカミーユの協力もあってガンダムの奪取に成功したクワトロはカミーユやエマシーン、ブライトノアなどとグリプス戦役を戦っていくことになります。
グラナダに寄港した際には新型モビルスーツ100式を受領し、ここからは赤ではなく金がクワトロのパーソナルカラーとなりました。その後、本格的に地球連邦を叩くべく、クワトロたちは連邦の本拠地ジャブロを攻略のため地球へ降下。そしてジャブロを攻略戦を行った後はエウーゴの協力組織カラバに合流し、アムロと再会しました。この頃からは周囲にシャアーズナブルに戻ることを求められ、特にカミーユからは身分を隠す姿を卑怯だとまで揶揄され、修正を加えられる場面もありました。これが若さか。ベコアロンドに迫られてもサングラスは絶対に外さないなど、あくまでクワトロとしてありたいシャアでしたが、ブレックスからシャアとしてエウーゴを率いてほしいと頼まれ、さらにブレックスが暗殺されてしまったことで、クワトロはシャアーズナブルに戻ることを余儀なくされました。しかししばらくはまだエウーゴの代表となる踏ん切りがついていなかったのか、地球圏に戻ってきたアクシズと接触し同盟を結ぼうとした際、ミネバを偏見の塊として育てたハマーンに腹を立て、交渉を決裂させてしまうなど感情的になる場面もありました。しかし徐々に指導者としての才覚を見せていくことになります。キリマンジャロ攻略戦でフォーを救えなかったことを悲しむカミーユの姿にララーのことを重ね、ダカール演説ではティターンズの悪行は暴き、人類は宇宙に上がるべきと訴えかけ、世論の支持をエウーゴへと傾けました。なおアムロと再会した当初は互いに目的は一致するものの信用はしていないという間柄でしたが、アムロにダカールへ送り届けてもらう際にはかなりアムロを信用している様子が伺えます。ダカール宣言以降はコロニーレーザーを潰すため、たもとを分かったハマーンに頭を下げるなど、エウーゴの代表という役割に徹しようとしていました。その後グリプス2をめぐるエウーゴ、ティターンズ、アクシズの三つどもえの最終局面では、100式はキューベレイやジオに性能面で大きく劣っていましたが、操縦技術で肉薄し、なんとかグリプス2の発射まで守りきって、ティターンズの艦隊を壊滅させることに成功しました。なお、この時、半壊した100式で、最小限の動きだけで、キューベレイのファンネルを全て回避するという凄技も披露しています。その後、自身の元へ戻るよう呼びかけるハマーンの誘いを断り、戦艦の爆発に巻き込まれて行方不明となりました。こうしてグリプス戦役ではエウーゴが勝利し、最後はコックピットが開いた状態で大破した100式が映って、ゼータガンダムの物語は幕を閉じます。まだだ、まだ終わらんよ。シャアの行方不明で幕を閉じたテレビ版機動戦士ゼータガンダムですが、本作もアニメ版と小説版でいくつか違いがあります。まずキリマンジャロ基地攻撃作戦の際、テレビ版ではハンブラビ隊の襲撃を受けてシャアの100式は大気圏突入させられてしまい、ゼータガンダムに助けられてキリマンジャロへ向かいましたが、小説版ではそもそもシャアは地球にいてディジェに登場していました。そこへアポリーが狩る100式とゼータガンダムがやってきて100式に乗り換えるという流れになっています。なお UC エンゲージ版のキリマンジャロ戦ではシャアはディジェに乗っていて、アムロがリック・ディアスで戦っているので、アニメ版と小説版を合わせたような演出を感じられます。また小説版ではグリプス内でのシャアとハマーンの一騎打ちが描かれておらず、グリプス内でのシロッコ、ハマーンを交えた劇場での押し問答の後、そのまま姿をくらませています。次に漫画機動戦士ゼータガンダムディファインでもアニメ版からの変更点が見られます。こちらは機動戦士ガンダムシャアーズ・リレイティッド・アフェア若き彗星の肖像の設定を引き継ぎ、シャアの視点からゼータガンダムを再構成した作品となっています。本作ではシャアの登場機が100式ではなく赤色に塗装された0式になります。自分の正体をブライトに明かして激光されたり、カイやハヤトに自分の真意をきっちり説明する描写があります。またアムロの居場所を知るために事前にアルテイシアと接触したり、アムロと会うためにフラウボウの協力を得るという形をとっており、一年戦争でのジオンのシャアという確執が細かく描かれています。なおアムロと初めて会った際には、アムロはフラウが間にいなければシャアを撃ち殺そうとするほど険悪な様子となっています。他に機動戦士ゼータガンダムデイアフタートゥモロー開始伝のレポートよりでは、ダカールでブレックスと共に政治活動をしていたシャアがカイと協力する様子など詳細な動向が描かれています。機動戦士ゼータガンダムのラストで行方不明になったシャアは
その続編の機動戦士ガンダムダブルゼータの本編には関与せず、第1話のナレーションと前期のオープニングで一瞬登場するだけにとどまっています。富野監督インタビューによると、放送初期の段階ではダブルゼータに登場させる可能性はあったようですが、結果的にはガンダムダブルゼータの放送中に逆襲のシャアの制作が決定したため、シャアの登場は見送られたとされています。ただし、本作テレビ版では物語中盤でジュドーの妹のリーナが消息不明になった際、実はセイラが救出してかくまっていましたが、漫画版機動戦士ガンダムダブルゼータではリーナを保護していたシャアがブライトの前に現れており、ジュドーがハマーンを止められなかった時は自分が立ち向かうことまで考えています。こうしてシャアは潜伏し、地球にいる人類を粛清するため、アムロとの最後の戦いに赴いていきます。宇宙世紀0093劇場版機動戦士ガンダム逆襲のシャアでは、ネオジオンの総帥シャア・アズナブルとして地球人類抹殺を宣言しました。隕石落としで地球を寒冷化させることを目的とし、アムロ、ブライトが所属するロンドベルと幾度となく交戦することとなります。まず手始めに小惑星フィフスルナを連邦軍本部のあるチベットのラサに落下させることに成功。サザビーの性能の高さもあり、アムロのリガズイに対して優位に戦っています。また政治家としても狡猾に立ち回り、連邦政府から和平を装って小惑星ヤクシズを買い取ることに成功していました。これでは道化だよ。一方でアムロと対等な条件で戦うため、シャアは密かにサイコフレームの情報をロンドベル側に横流ししていました。そしてアクシズ落下をめぐってアムロとの最後の戦いに臨みます。サイコフレームの技術を横流しした甲斐もあり、アムロのニューガンダムとの戦いは熾烈を極めますが、互いに武装を使い果たし、殴り合い空の先にサザビーの脱出ポッドごと捕まえられてしまいました。アクシズの落下を阻止するために、アムロがサザビーの脱出ポッドを伴ったままニューガンダムでアクシズを押し戻そうとしたため、シャアは半ば道連れの形でサイコフレームの光に飲まれて行方不明となります。そんなシャアの最後の会話は、かつてララーを殺したアムロに対する恨み言であり、人類の粛清という建前のもと戦ってきたものの、本当はアムロに対等な条件で勝ちたいという気持ちが強かったことが垣間見えます。情けないモビルスーツと戦って勝つ意味があるのか。なお、この時シャアが言う情けないモビルスーツとはギガズイのことなのか、それともサイコフレームを搭載する前のニューガンダムを指すのか、たびたび議論されることがありますが、 PS 用ゲーム逆襲のシャアのムービーではサイコフレーム搭載前のニューガンダムが描かれており、これを指してシャアは情けないモビルスーツと言っているので、サイコフレームを搭載していないニューガンダムが情けないモビルスーツであると分かります。またゲームバトルオペレーション2でハイニューガンダム&ナイチンゲールの新規参戦 PV が公開された際、新規収録されたアムロとシャアの掛け合いでは、サイコフレームは積んできたようだな、互角に戦って勝つ、それが私の真の勝利だ、情けないモビルスーツに勝ったとて意味はないと言っていることから、サイコフレームを搭載してこそ互角に戦えると考えていることがわかります。また漫画ジョニー・ライデンの期間では、開発中のニューガンダムを見てきたアルレットがシャアに対し普通のガンダムでしたよと言っていることから、シャアがサイコフレームをアムロ側に提供するきっかけになっていると考えられます。しかし一方で、書籍逆襲のシャア公式記録全集ビヨンド・ザ・タイムでは、リガズイのイラストの横にシャアにバカにされる機体と書かれてあるため、映画制作陣の考えとしてはリガズイが情けないモビルスーツだったとわかります。つまり映画内のシャアのセリフからは、情けないモビルスーツはサイコフレーム非搭載のニューガンダムとリガズイどちらとも解釈できるので、当初の映画制作陣の思惑とは別に各所で考えが分かれていったと思われます。そんな逆襲のシャアはアニメ以外に複数の作品が存在します。まず特魔版や機動戦士ガンダムハイストリーマーと呼ばれる小説版です。こちらは劇場版に近い内容となりますが、本編の前日談にあたる内容が含まれていて、シャアがサザビーに登場し、アムロがジェダに登場して開口した際には、シャアはカミーユを狂わせてしまったことについてアムロから糾弾されています。次に小説および漫画逆襲のシャアベルトーチカチルドレンでは、シャアの登場する機体がサザビーからナイチンゲールに変更されました。
また、ニューガンダムのサイコフレームの技術は、アナハイム経由で提供するのではなく、サイコ動画をわざと露覚させるという形になっています。他にも、ネオジオンの兵は、皆、シャアがロリコンであると思っているらしいということが示唆されるなど、小説ならではの細かな描写も追加されました。そして、ハイストリーマーとベルトーチカチルドレン共通の描写として、最後の瞬間に地球にいるアルテイシアへ思いを馳せるシーンがあります。シャアは、地球へアクシズを落とすことで、人類が地球を捨ててスペースノイドになった時、人類は進化したニュータイプになることができると考えていましたが、同時に人間らしい感情も持ち合わせていたがゆえに、アクシズ落下が阻止されて、地球にいる妹が被害を受けずに済んだことに安堵していたことがわかります。こうして歴史の表舞台から姿を消したシャアですが、そのキャラクター人気も相まって様々なスピンオフ作品で活躍が描かれています。特に機動戦士ゼータガンダムの最後で行方をくらました後については、行方不明ということで多くの作品で登場します。まず PS 用ゲーム機動戦士ゼータガンダムのエンディングでは、カミーユが精神崩壊する姿を見て、地球に重力を引かれた者たちのエゴに押しつぶされて悲しみが繰り返されていくのなら、人類は宇宙に上がるべきと考えるようになる様子が描かれています。また、ハマーンが第一次ネオジオン構想で死亡した際、本物のミネバをかくまっていた様子が映されています。次に、漫画機動戦士 VS 伝説巨人逆襲のギガンティスでは、伝説巨人を動かす鍵として拉致されたミネバを救うべく、ネオジオンの部隊を率いて登場します。その場にいたアムロとも共闘し、ミネバを救った後は、アムロと地球で決着をつけることを示して去る様子が描かれています。また、ダブルゼータと逆襲のシャアの間をつなぐ時系列の漫画機動戦士ムーンガンダムでは、物語序盤でサイコプレートをティターンズ残党に開発させるため、ミスターエンキドゥという名の人物がティターンズ残党に技術提供を行っていますが、このエンキドゥの正体がシャアと言われています。さらに、シャア本人は南極に潜伏し、サザビー初期試験型の試験運用を行っています。この時、両将会の102匹2機を相手に圧倒的な強さを見せつける様子が描かれています。漫画機動戦士ガンダム MSVR ジョニー・ライデンの期間では、0090を舞台にスイートウォーターでジュン復興のため暗躍する姿が描かれています。シャア専用のディジェトラバーシアを借り、ヤザン・ゲーブルやジョニー・ライデンと交戦しています。ネット界隈では、本作のシャアは歴代屈指に強いと言われるほどの強さで、歴戦のエースたちに対して互角どころか圧倒するほどの強さを見せつけているため、クワトロ時代は何だったのかと言われるほどになっています。ゲーム UC エンゲージでは、ロンゴベルでリックリジェを狩るアムロに対し、シャアはサザビーに乗って現れ、圧倒的な性能差で戦う様子が描かれています。他にも漫画機動戦士ガンダム逆襲のシャアビヨンドザタイムでは、変装して黒髪になったシャアが登場しており、映画内でシャアに思いを寄せているナナイ・ミゲルがどのようにしてシャアに惹かれネオジオンに参加することになったのかという話が描かれています。アクシズショックで姿を消して以降は、シャアの影響力の高さからいくつかの作品でシャアを感じることができます。まずアニメ機動戦士ガンダムトワイライトアクシズでは、一年戦争時からシャアのモビルスーツエンジニアとして同行してきたアルレット・アルマージュがアクシズを捜索し、脱出ポッドのない残されたサザビーを発見しています。また機動戦士ガンダムユニコーンやガンダムナラティブでは、シャアの再来計画によって生み出されたシャアのクローンであるフルフロンタルや、その失敗作とされるゾルタン・アッカネンが登場しました。さらに先行のハサウェイの主人公マフティー・ナビー・ユエリンは、シャアの意志を継いだハサウェイがマフティーとして全人類の宇宙移民を提唱しています。その後の年代に入ると、漫画機動戦士ガンダム F90 に登場するガンダム F92 号機には戦闘プログラムタイプ CA3 が搭載されていて、通常のモビルスーツの3倍の反応速度で動くことが可能とされています。そして先の時代へ行き、宇宙世紀200代を描いた小説ガイアギアでは、シャアのメモリークローンであるアフランシ・シャアが登場しています。本作ではアフランシはシャアの記憶を持っているため、初めて見たマンマシーンを見事に操縦しているほか、指導者として立ち上がることを周囲から求められていました。アムロやシャアがアクシズショックで行方不明になって以降、アムロは
モビルスーツの操縦に関する最強のパイロットとしてその能力を利用される印象がありますが、シャアはモビルスーツの操縦だけではなくそのカリスマ性も利用されており、2人の違いが感じられるのではないでしょうか。私はお前と違ってパイロットだけをやっているわけにはいかん。そんなシャアの活躍は宇宙世紀だけにとどまらず、シャアをメインに据えたパロディ作品が多く存在します。まず機動戦士ガンダムさんです。この作品のシャアはおとぼけキャラになっており、本編で見られたこだわりがかなり誇張されています。赤くないモビルスーツや角がついていないモビルスーツには乗れないと子供のように拗ねたり周りを困らせるわがままキャラとして描かれています。またトニー竹崎のガンダム漫画ではドズルへの報告の際、あることないことを言ってクビにされるなど原作の知的なイメージはみじんも感じられません。さらに漫画「シャアの日常」ではシャアによく似た記憶喪失の男西という名で登場します。こちらはガンダムに由来のある言葉を頼りに自身の記憶を探っていく物語なのですが、マスクと赤い軍服を着た青年が普通の日本社会で闊歩するというシュールな人物となっています。このようにパロディ作品ではどこか抜けたキャラとして描かれることもあるシャアですが、他に女性によくモテる美青年として描かれることもあります。シャーズ・リレイティッド・アフェア若き彗星の肖像のパロディ作品であるアクシズのハマーンさんでは、主人公ハマーンさんに思いを寄せられ毎日猛アタックを受けるエースパイロットとして登場します。またアラサー OL ハマーン様ではハマーンのかつての恋人として登場し、ハマーンの扱い方をよく知った手慣れた振る舞いをしています。その他魔法の少尉ブラスターマリでは主人公のマリコに魔法の布団叩きを渡し魔法少女ブラスターマリになるきっかけを与えるというポジションのキャラクターとして描かれました。そして最後に PS 用ゲームガンダム0079ジワーフォーアースです。こちらは一年戦争のガルマ編までを実写版で体験できるという位置づけの作品ですが、原作と違い太り気味の体格でネット界隈ではケツアゴシャアとネタにされることもあります。認めたくないものだな。自分自身の若さゆえの過ちというもの。そんなシャアはガンダム界における仮面キャラの第一人者となっており、現在ではガンダム作品で仮面をつけたライバルキャラが登場するのはお約束となっています。また根強い人気から2018年に行われた NHK による発表全ガンダム大投票では主人公のアムロを押しのけ総合ランキングで1位に輝きました。圧倒的なカリスマ性を見せながらもどこかだらしないところがあったり、大義を振りかざしながらも互角の戦いのためにこっそり手を回すなど、ある意味人間臭いところが多いのが人気の秘訣なのかもしれません。また最新作ジークアクスは仮想戦記という位置づけの物語になっており、ジーンのザクが整備中になったので代わりにシャアがサイドセブンの偵察に向かいます。そこでガンダムを強奪するという積極的な作戦を実行したところから物語が分岐していきました。地球連邦軍が軍事要塞コンペイトを月のグラナダに落とす作戦の際、ザビ家を倒そうとしているので、一年戦争以前の生い立ちは静止通りだと考えられますが、ガンダム強奪後一年戦争終結までの動き方はかなり変わっているものと思われます。一旦はゼクノバと共に姿を消しましたが、今後の展開がどうなるのか気になるところではないでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。